つまらないと思った私は、自分のは削りすらせず、ただ家に持ち帰っただけだった。シャワーを浴びて出てくると、カードがなくなっていることに気づいた。夫の顔は興奮に輝いていた。私はちょうど、そのスクラッチカードが本物ではないと説明しようとしていた。その瞬間、姑が乱入してきた。息子よ、今すぐあの女と離婚しなさい。何度も言ったでしょ、このろくでなしの女はあなたにふさわしくないって。あなたは今や億万長者なんだから、素晴らしい女性はいくらでも待っているわ。好きな人を選びなさい。夫はためらいもなく、むしろ嬉しそうにうなずいた。わかったよ、母さん。もう時間も決めたから明日行くよ。それから無邪気なふりをして私を見た。まさかあのスクラッチカードがお前のものだなんて言うつもりじゃないだろうな。もう確認したけど名前は書いてない。持っているものが所有者だ。マーガレット・キャラハン、母さんの言う通りだ。お前は役立たずの女だ。もう俺にはふさわしくない。私は一瞬で胸が冷たくなった。きびすを返し、私の1000万円のボーナスで彼のために買ったプレゼントをしまった。彼が私がふさわしくないと思っているのなら、彼はそれを受けるに値しない。聞こえないのか？さっさと荷造りして出て行きなさい。厚かましい女。まさか離婚後もこの家に居座るつもりじゃないだろうね。姑のタビサ・フーバーは得意げに私を指さした。たとえ息子がお金持ちになってもバカじゃないんだから。何年もお前の面倒を見てきたんだから少しの慰謝料を要求するのは当然よ。私はその場に凍りつき、夫のブライス・フーバーを見つめ、しばらくしてようやくつぶやいた。あなた、本当に離婚するつもりなの？彼は冷たく私を見つめ、目には露骨な嫌悪感しかなかった。そうだ。何年も結婚生活を送ってきて、いつも与えるのは俺ばかりだ。お前は俺のために何をした？ロレックスすら持ってきてくれたことがない。お前は俺に情緒的価値を何も与えてくれなかった。だから、俺が金を持った今、この結婚を終わらせたいのは、お前が自業自得だ。私は突然、自分がいかに滑稽だったかに気づいた。結婚して5年間、私は月々5万円の給料を毎月彼に渡していた。結婚後に買った家も車も、両方とも彼の名義だった。彼にあげた時計はロレックスではない。確かに。しかしその価値は数倍も高かった。それでも彼は、私が情緒的価値を与えなかったという。私が黙っていると、旅サは私が離婚を嫌がっていると思い、瞬時に激怒した。まさか私の息子のスクラッチカードを奪おうってんじゃないだろうね。あれは息子のものよ。あなたには関係ない。あなたはまともに働いて金を稼ごうとせず、今になって息子の金を狙うなんて。厚かましい。外ではみんな、ブライスが役立たずの女と結婚したって言ってるわ。そして私は彼らに完全に同意する。ブライスはよそ見をしながら言った。母さん、もういいよ。みっともない。彼らは知らなかった。会社がすでに私を総経理に据え、5% の株式を与えることを決めていたことを。この出来事がなければ、ブライスは私が買ってあげた1000万円のマセラティのスポーツカーを運転していただろう。しかし今、彼はそれをすべて失った。彼らを嘲笑うように見つめ、私は冷たく言い返した。あのスクラッチカードは忘年会で会社から私に手渡されたものだ。同僚が証言してくれる。ブライスはポケットを守りながら私を強く蹴った。金にそんなに困ってるのか？マーガレット、少しは品位を持て。スクラッチカードには名前は書いてない。持っているものが所有者だ。ちょうどその時、誰かが突然入り口から駆け込んできた。
彼女は大喜びでブライスの胸に飛び込んだ。ブライス、本当なの？あなた、本当に1億円当てたの？駆け込んできたのは、私の親友、エディス・メイヤーズだった。私がブライスを追いかけていた頃、彼女はあれこれ手を考えてくれた人だ。しかし、まさか今、目の前で彼女がブライスの腕に飛び込むとは思いもよらなかった。そして、当選の知らせを真っ先に共有した相手が彼女だった。誰の目にも、彼らの関係がどんなものか一瞬でわかる。この時、ブライスは何も隠そうとしなかった。エディスの肩を愛情込めて抱きながら言った。本当だよ、エディス。これからは僕が君を面倒見るよ、いいかい？エディス、君が僕に幸運をもたらしてくれたんだ。きっと今日のキスのおかげで当選したんだ。だから、この賞金には君の分も含まれているのは当然だ。私の頭は真っ白になった。スクラッチカードは私から取られたのに、賞金は私と全く無関係。そして彼女は不倫してキスしただけで、その分け前に預かるのか？その光景を見て、私はただ嫌悪と吐き気を覚えた。彼と初めて会った時のことを思い出す。彼は野良猫に餌をやっていた。その純粋な優しさと無邪気さに、私はすっかり惹かれた。だから3年間追いかけた後、彼をより一層大切に思っていた。数年前、会社の業績が苦しかった時、ボーナスで彼にプレゼントが買えなくて申し訳なく思ったことも思い出した。今、私はようやく成功した。今年、会社は私に1000万円のボーナスをくれた。しかし、誰が想像できただろう。たった1枚の偽物のスクラッチカードが、私のすべての愛情がいかに滑稽だったかを気づかせようとは。私は深く息を吸った。離婚してもいい。でも、私がお腹に宿している子供はどうするの？タビサは一瞬固まった。私が妊娠していることを思い出したようだった。しかしすぐに冷たく笑った。あなたはいつも出張ばかりで何日も家に帰らない。その子が息子の子だなんてどうして私にわかるの？私の目は思わずブライスに向いた。タビサはますます激怒し、私を強く押した。何見てるのよ。いくら見たって雑種が息子の子なわけないでしょう。それを聞くと、ブライスは嫌悪の眼差しを私に向けた。この子はいらない。彼がそういうのを聞いて、私はむしろ奇妙な安堵感を覚えた。子供のことを思うと胸が痛んだが、離婚後、二度と彼と関わらなくて済むと思うと、笑みがこぼれた。そう言いながら、彼はスマホを取り出し、手術の予約を始めた。もうミコゼだとしても下ろす。俺は今や億万長者だ。なぜ俺の子供が、そんな役立たずの母親を持たなければならないんだ？タビサはすぐに調子を合わせた。その通り。下ろすべきよ。今はお金があるんだから、後で子供はいくらでも作れる。今離婚して子供がいなければ、マーガレットがもらえる金はもっと少なくなるわ。怒り狂ったふりをして、私は言った。あなたは結婚中にエディスと不倫してたんだから、財産分与ゼロで去るべきなんじゃないの？彼はすぐに逆上した。マーガレット。よくもまあそんなことが言えるな。この結婚でお前が俺を満足させなかったから、俺はエディスに惹かれたんだ。悪いのはお前だ。だからお前が何も持たずに出ていくべきなんだ。それを聞いて、エディスはそっと彼の腰に腕を回した。ブライス、彼女が妊娠してる子、もしかしたらあなたの子じゃないかもしれないわ。本当の浮気者が誰か、私たちにはわからないでしょ。忘れたの？マーガレットが妊娠したっていう1ヶ月前、あなたは毎晩私と一緒だった。どうやって彼女を妊娠させる力が残ってたっていうの？先月？ふと
私がブライスにビデオ通話をした夜のことを思い出した。彼は汗をかき、息を切らしていた。彼は運動していると言った。今、ようやく彼がどんな運動をしていたのか理解した。その時、私は気づいた。私のいわゆる親友は、ずっと私の知らないところで私の夫と寝ていたのだ。私が黙っているのを見て、ブライスは私が拒否するのではないかと心配し、すぐに付け加えた。マーガレット、お前に選択権はない。お前が離婚に同意し、子供を下ろせば俺は寛大になってやる。家をくれてやる。それを聞いて、私は打ちのめされたふりをしてうなずいた。わかった、家をもらう。今すぐ離婚して中絶する。私がそう言うと、ブライスは素早く動いた。私が突然気が変わるのではないかと恐れているようだった。役所に着くと、係員は書類の束を手渡した。財産分与はお決まりですか？ブライスはペンを奪うように取り、すぐに署名した。家はマーガレットのものだ。預金は分ける必要ないし、どうせ彼女は貧乏でほとんど金を持っていない。横に立つ旅さはうなずき、冷たく言った。ただで家をもらって離婚するなんて、マーガレット、ずうずうしいわね。私は黙ったまま無表情で署名した。二人の署名が終わると同時に、ブライスは安堵の息をついた。そして私をすぐに病院へと急がせた。突然、タビサが私に向き直った。医者に何か聞かれたら、自分から望んで中絶するって言うのよ。でなければ、息子はいつだってあの家を取り戻せるんだから。剣を飲み込み、私はうなずいて同意した。結局のところ、子供を産むつもりはなかったから。超音波検査の結果を見ながら、医者はメガネを押し上げていった。妊娠ミコゼです。赤ちゃんは順調に育っており、長年望んでいたお子さんです。中絶を本当にご希望ですか？もちろんだ。ブライスが叫んだ。中絶がすぐにできるならいくらでも払う。これで彼女が後で子供を口実に金をせびってくることはない。中絶？廊下から声がかかった。母が検査結果を握りしめ、息を切らして駆け寄ってきた。ブライス、今、中絶するってなんて言ったの？その時、私は母が今日検査に来ていることを思い出した。こんなところで会うとは思わなかった。ブライスは冷たく笑った。あなたの娘と私はもう離婚した。赤ちゃんは我々が好きにすればいい。あなたには関係ない。母は駆け寄り、ブライスの手を掴んだ。ダメ、中絶はマーガレットの体に大きな負担よ。それにこの子、二人がずっと望んでいた子じゃないの？喧嘩してるだけなら、母さんに話して。ブライスは彼女を押しのけた。何が母さんだ。お前は俺の母さんじゃない。汚らわしい。俺が金を持ったからまた芝居を始めたな。お前たち家族には一銭もやらんぞ。母は数歩後ずさりし、突然頭を押さえ、顔面蒼白になった。母さん。私はすぐに彼女を支えた。大丈夫。彼が中絶したいならさせればいい。私が何とかするから。私の腕の中で震えながら、母の唇は紫色になった。ダメダメ。嫌な老婆め。タビサは母を指さして罵った。ここで死んじまっても、息子が二度とお前の役立たずの娘と一緒になるわけないんだから。それに、お前の娘の腹の子が息子の子かなんて、誰にもわからないだろ。それを聞いて、母の顔はさらに苦痛に歪んだ。突然、私は理解した。これが脳卒中の症状だ。私はすぐに医者を呼んだ。母が脳卒中です。誰か来てください。しかしエディスは冷ややかに嘲笑った。ブライス、彼女たちの言うことを信じないで。
あなたが金持ちだと知って、離婚が成立する前に金を騙し取ろうとしてるだけよ。みっともない芝居だ。本当にそこが知れない。そう言うとすぐに、ブライスは私を一別し、明らかに嘲笑っていた。お前の母さんはただの芝居だ。それに、俺はそんなに強く押してない。たとえ本当に死んでも俺の責任じゃない。私は驚いた。母はいつも実の娘以上に彼を大切にしていた。一日3食、彼のために料理を作っただけでなく、自分の年金で彼を旅行に送り出したりもした。私が妊娠したと知ったとき、彼のプレッシャーを心配して、旧家の家を彼の名義にすることを私に相談さえした。そして今、彼は実際にあんな馬鹿げたことが言えるのか？私が反応する前に、彼はエディスとタビサと一緒に急ぎ去った。彼を完全に無視し、私は母を緊急救命室に直行させた。その後、一度も振り返らず、私は中絶手術室に入った。30分後、私はエディスの最新の投稿を見た。動画の中で、彼女とブライスは街で一番高いバーで狂ったようにキスをしながら、今日はみんなの飲み物、私がおごるよ。と叫んでいた。みんなをおごる？あのバーは一人当たり少なくとも2万円はする。私は冷たく笑い、すぐにブライスに開いていたすべてのカードと余震を停止した。果たして数時間後、ブライスから怒りの叫び声の電話がかかってきた。マーガレット。誰が俺のカードを止めていいって言った。今すぐここに来て、感情を払え。私は苦笑せずにはいられなかった。もう離婚したのに、まだ私が感情を払うと思ってるの？ブライス、本当に私が正気失ったと思う？彼は一瞬間を置いていった。明日、賞金を受け取ったら返すから。たかが500万円じゃないか、そんなにケチなのか？何も言わず、私は通話を切り、彼の番号をブロックした。彼は本当に私が前のように彼を甘やかし続けると思っているのか？あの金が彼の使えるものだと思っているのか？電話を切った後、私は別の番号に電話をかけた。もしもし、ワグナー刑事？お願いしたいことがあるんです。翌朝、私は母の病室のベッドのそばにいた。彼女の顔は蒼白で、まだ意識がなく弱っていた。医師の説明によると、彼女は精神的ショックと身体的なダメージの両方を受けており、回復には長期的な静養が必要だという。私はうなずき、朝食を買いに出た。しかし外に出ると、ブライスたちに出くわした。その時、この病院が賞金受付センターの近くにあることを思い出した。彼らが私に気づくと足を止めた。ブライスは怒りに満ちた目で私を見た。500万円で俺をブロックするなんてひどすぎる。お前のせいでバーでみんなの前で誓約書にサインしなきゃならなかった。今日中に返すって。賞金を受け取ったらお前を絶対に許さない。彼の横には髪を黄色く染めたならず者たちが数人立っていた。何度もブライスに彼らと関わるなと言ってきたが、彼は表向きは聞くふりをして、陰では逆をしていたのだった。連中は残酷な笑みを浮かべた。聞いたよ、お前の母さんが脳卒中で病院に寝てるんだって？一日数千円もかかるらしいな。金がなければ、さっさと家に連れて帰って死ぬのを待てばいいじゃないか。あの表情見ろよ、多分ブライスに同情を誘おうとしてるんだろ。かわいそうに思って、あの老婆を助けるために金を払ってくれるようにね。ブライス、心を軟化させるな。あんな奴らの家族は完全に消え失せるべきだ。エディスは彼の腕に絡みついた。ブライス、賞金を受け取りに行こう。金を手に入れたら、ゆっくりこの役立たずの女に仕返しできるわ。賞金の話を聞くと、ブライスの目は興奮で輝き、
冷たい笑みを浮かべた。マーガレット、俺なしではお前は何もできない。今日、1億円がどんなものか見せてやる。闇で息が詰まるのを待ってろよ。旅サは彼の横で得意げに有頂天で歩いた。彼らが話していると、ワゴン車が私たちの前に止まり、大男が数人降りてきた。先頭の入れ墨の男は睨みつけた。昨夜のバーの勘定は500万円だ。今日中に払うって自分で言ったな。ブライスは驚いたようにイライラしてつぶやいた。何を急いでるんだ？すぐに金をやるよ。エディスはすぐにブライスの前に立った。急がなくてもいいでしょ？たかが500万円じゃない。ここが終わったらすぐに払うから。よく聞きなさい。これから私たちはあなたのバーの最上のお客様になるの。これ以上誰かが私たちを粗末に扱おうものなら全員クビにするわ。彼らは白い目を向けると振り返って賞金センターの中へ一緒に入っていった。ブライスは自信満々にスクラッチカードを係員に渡した。すみません、賞金の1億円を受け取りに来ました。係員はスクラッチカードを受け取り、何度か確認し、スキャナーにかけた。ピッ。音がした後、機械は告げた。スクラッチカードは無効です。